今回はスピニングロッドの分解です。過去動画で少し出ていたこのロッドです。ブランクはマグナムクラフトランカーシリーズの R9026、リールシートは VSS、ガイドはチタン SIC の S リングです。少し延長しているので継側を揃えるとこんな感じに差が出ます。ガイドを外します。ヒートガンのロー側でエポキシコーティングを温めます。温められたコーティングの単面からアートナイフで切り込みを入れ、スレッドの端を出し、端を引いて剥がしていきます。コーティングが冷えて剥がしにくくなったらヒートガンで温めながら端を引いて剥がしていきます。温めながら剥がすとこんな感じに全てのスレッドを剥がすことができます。コーティングが回っていない部分があり、ガイドラッピングのテンションがやや高すぎたことがわかります。インレイの端をアートナイフで持ち上げ、端を引いて剥がしていきます。ガイドフットの上にスレッドがなくなったらヒートガンでエポキシコーティングを温め、ガイドを軽くこじって外します。残ったスレッドとエポキシコーティングをアートナイフで削り取ります。エポキシコーティングが冷えて硬くなってしまった場合は再度温めて削り取ります。同じ要領で他のガイドを外していきます。このロッドでは元ガイドのコーティングがスレッドとガイドフットの間の隙間を完全に埋める状態になっていませんでした。完全に埋まっていない場合、耐久性が若干悪くなりますが、バラしてみないとわからないので、自分で作ったロッドを分解する機会があればよく見ておきましょう。今回のようになる原因は主に2つあります。スレッドを巻くテンションが高すぎる場合と、エポキシコーティングの混合後時間を置きすぎ、粘度が高くなった場合です。もし自作ロッドで同様のことが起きた場合、まずこの2つの原因から考えてみましょう。トップガイドを外せたらガイドの取り外しは終了です。補強巻きと飾り巻きを取り除きます。方法はガイドの取り外しと同様です。とりあえずティップ側ブランクのインローシン先端部補強巻きを取り除きます。ティップ側玉口補強巻きを取り除きます。続いてバット側玉口補強巻きを取り除き、固定側インローシン先端部補強巻きを取り除きます。グリップ部の飾り巻きを取り除きます。グリップ周辺の飾り巻きはスレッドができるだけ残らないように取り除きます。スレッドが残っているとワインディングチェック取り外しの障害になる場合があるので、できるだけ残さないように気をつけます。ワインディングチェックを取り外します。ヒートガンの肺側で加熱し、 EVA とワインディングチェックの間にアートナイフで切り込み、こじって隙間を広げます。隙間に爪をかけて剥がします。他のワインディングチェックも同様に取り外します。ヒートガンの肺側ロー側の使い分けですが、ヒートガンのロー側で温めるのは主にスレッドコーティング、ヒートガンの肺側で加熱するのはトップガイドやワインディングチェックなどの接着剤で接着してあるものです。リアグリップを除去します。ワインディングチェックが遊んでいると作業しにくいので、ロッドを支える手で持っておきます。こんな感じに大型のカッターナイフで削ぎ落としていきます。この方法以外に EVA にカッターナイフで縦方向に切り込みを入れ、切り込みを足がかりにペンチでむしって除去する方法が一般的ですが、ブランクにかさ上げのコアテープやタコ糸が巻いていない場合、カッターナイフが少し深く入ってしまうだけでブランクに傷が入ってしまうので、少しずつ削ぎ落としていった方が失敗しにくいと思います。ロッドエンドが近づいたらエンドキャップリング直前までカッターナイフで切断し、手で引っ張ってむしり取っていきます。残っている EVA を削ぎ落とします。カッターナイフがブランクに食い込まないように、ブランクの上をカッターナイフの刃でなぞるように削ぎ落とします。EVA を接着していたエポキシ接着剤もできるだけ落としておきます。
終わるとこんな感じです。エンドキャップリングを引き抜きます。リングが外れたのでエンドキャップを切除します。こんな感じにエクステンションパイプのかさ上げに合わせて削ぎ落としていき、最後は折って取り除きます。エンドキャップリングを抜き取り、ブランクのエンドに残った接着剤を落とします。エクステンションパイプのかさ上げを削り取ります。かさ上げはテサテープとコルクテープなので、粘着剤がカッターナイフの刃についてしまうことがあります。切れ味が悪く感じたらラッカーシンナーで拭き取ってみましょう。切れ味が戻る場合が結構あります。ブランクに通ったままになっていた2個のワインディングチェックを抜き取ります。 KN フードを緩め抜き取ります。フォアグリップを除去します。まずリールシートのスクリューがない側の単面、この矢印までの EVA にカッターナイフで切り込みを入れ、引っ張ってむしり取っていきます。こんな感じに大体取り除けたら、ブランクに残っている EVA とエポキシ接着剤を削り取ります。リールシートに残っている EVA を削ぎ落としていきます。切り離そうとしてリールシートと EVA の間にカッターの刃を入れるとかえって難しくなります。 EVA が薄くなるまで削ぎ落とし、引っ張って除去します。この部分は削げないので V 字型に切り込みを入れ EVA を薄くします。この部分の EVA を完全に削ぎ取り、リールシートのパイプ部分を露出させます。カッターを変えてここに切り込みを入れます。あとは引っ張ればおおむね除去できます。リールシートを破壊して取り除く場合はここから破壊に移ります。今回はヒートガンで加熱し、残っている接着剤等をマイナスドライバーでこそぎ落とします。終わるとこんな感じです。ちょっと削りすぎた部分があります。エクステンションパイプを外します。ヒートガンの肺側で加熱していきます。エクステンションパイプに残っていたテサテープとコルクテープはきれいに剥がし、ラッカーシンナーで拭き取っておきます。結構加熱しないと外せないと思うので、まずブランクとエクステンションパイプが重なっていると思われる部分をブランクが柔らかくならない程度まで加熱します。一旦外して確認します。ショートしたっぽいです。このヒートガン2018年に購入してます。つまり使用期間は7年7ヶ月。耐久性は高く評価されていないみたいですが、かなり持ちました。気になったので分解してみました。ヒーターやモーターは見た目では正常です。気になるのはこの部分。拡大するとここに焦げがあり、ここの樹脂が溶けているのがわかります。そして電源ケーブルも被覆が溶けています。安全装置はないのでしょうか。値段も安く高性能なので使っていましたが、これは怖いですね。というわけで新しくヒートガンを購入しました。今回購入したのは信頼のマキタ製です。とりあえずカタログ上の性能を比べてみます。上側がマキタ製、下が旧品です。消費電力は旧品のが大きいです。風量も旧品のが多いです。最高温度も旧品のが高いです。マキタ製は温度調整ダイヤルプラス風量2段階のスイッチが搭載されているので使い勝手が良さそうです。この説明書が入るケースもいいですね。リールシートを外します。ヒートガンは風量、温度ともに最大です。スイッチを入れ、置いた瞬間から吹き出し口が赤熱しています。立ち上がりがかなり早いです。エクステンションパイプは後に回しました。慣れないヒートガンで訳も分からず加熱しすぎてブランク焼損では笑えません。
で、お安いリールシートで練習します。ヒートガンの風量は減った感じはないですが、音が圧倒的に静かです。1分ほど加熱したので様子を見ます。さすがに取れません。ですが、予想よりもリールシートの温度が上がっている気がします。もう1分ほど加熱します。途中でブランクの向きを入れ替えました。ヒートガンから外して力を加えます。2分ぐらいしか加熱していませんが、あっさり外れました。温度、今までより低いはずなんですが、なんででしょう。遠赤外線とか出てるんでしょうか。温度調整ダイヤルを最低にし、冷却します。マイナスドライバーをスクレーパー代わりに使って、リールシート内側に残ったエポキシ接着剤を剥がしていきます。意外に取り除きにくいので、大きな塊が残っていなければそこそこで諦めた方が精神衛生上いいと思います。今回かなり簡単にリールシートを外すことができましたが、本来リールシートの再利用は時間と手間がかなりかかります。破壊して取り除き、新品のリールシートでリビルトすることをおすすめします。適当な容器を準備します。雑にエポキシ接着剤を剥がしたリールシートは現状こんな感じです。容器は蓋付きの密閉できる耐薬品性が高いものを選んでください。容器の蓋を開け、中蓋を外します。容器にリールシートを入れます。ガソリン車用の水抜き剤を準備し、リールシートの入った容器に注ぎます。今回は動画映えを考え、新品の水抜き剤を2本使います。もちろんいつもはルアーでも使っている使い古しです。容器に中蓋をはめ、蓋をします。軽く振ってから静置します。今度こそエクステンションパイプを除去します。ヒートガンの温度調整ダイヤルは最大の9、スイッチは風量2です。ブランクのリールシートがついていた部分はベタつくので、ラッカーシンナーで拭いておきます。やっぱりすぐに赤熱しますね。1回目とは違い、エクステンションパイプを中心に加熱します。新しいヒートガンの加熱は早い印象があります。1回目と同様にブランクとエクステンションパイプが重なっていると思われる部分を中心に加熱すると、ブランクの温度がエクステンションパイプの温度よりかなり高くなってしまいそうです。つまりうまく抜けなかった場合、ブランクが破損します。破損するのはエクステンションパイプにしたいので、エクステンションパイプを中心に加熱することにしました。本来は加熱後、固定式のバイスなどに固定しまっすぐ引き抜きます。この場合破損リスクは少ないのですが、そんな環境を持っている人は少ないので、大なり小なりねじることになります。ブランクをねじ切りたくはないですからね。3分ほど加熱したので力をかけてみます。耐熱手袋をした右手にちょっと嫌な感触がありますが、抜けてきました。エクステンションパイプの除去はできましたが、エクステンションパイプ自体はこんな感じで、ここがねじれて破損してしまいました。ブランクは破損なしです。無事です。ブランクをサンディングして残った接着剤や塗膜を削り落とします。方法は水研ぎで、320番のサンドペーパーで接着剤と塗膜の大部分を落とし、400番のサンドペーパーでほぼ全ての塗膜を削り切ります。ブランクを大きく研磨しなければ落とせない塗膜は深追いせずに諦めてください。削りすぎると強度が下がり使えなくなってしまいます。最後に足付けとして800番のサンドペーパーを通し終わったら、ブランクのケレン完了です。外したガイドにはこんな感じにエポキシコーティングが残っています。このコーティングをアートナイフで削り取ります。大きく残っている部分はこんな感じにアートナイフの刃で切り取っていきます。フット表面の細かいエポキシコーティングはアートナイフの背側でこそぎ落とします。
エポキシコーティングの除去ができるとこんな感じです。他のガイドも同様の手順で残っている不要なエポキシコーティングを除去していきます。外したガイドすべてエポキシコーティングの除去が終わりました。このうち10個の糸巻き式ガイドをリビルディングの時に再利用します。外したリールシートを水抜き剤に漬け込み、他の作業をしている間に2日間経ちました。もう十分な時間漬け込んでいるので、リールシートを取り出して塗膜のケレンを行います。手が入らないので、先端を曲げ加工したステンレスバネ線でリールシートを引っ掛けて取り出します。こんな感じに見た目に変化はありませんが、水抜き剤の成分イソプロピルアルコールによって防潤しており、こんな感じにスケールでこすると剥がれます。本来スクレーパーで剥がしていくのですが、スケールで剥がした方が塗膜が軟化して剥がしやすくなっていることが分かりやすいと思い、スケールで剥がしています。ご自身が剥離作業を行う場合はスクレーパーを使ってください。作業性が劣る上にスケールによくありません。細かい部分や入り組んだ部分、リールフットが入る部分やスクリュー部分はマイナスドライバーで剥がしていきます。ここがフォアグリップの除去時に取りすぎたところです。塗膜剥がしがだいたい終わるとこんな感じです。内側のエポキシ接着剤も防潤しているのでこそげ落とします。塗膜とエポキシ接着剤がだいたい落とせたので、歯ブラシと中性洗剤でよく洗いダストを除去します。内側も忘れずに洗います。流水で洗剤を流します。洗浄後乾燥させるとこんな感じです。内側も含めて塗装も接着剤もほとんど取れました。最後に400番のサンドペーパーで全体を水研ぎして各パーツのケレンは終了です。今回のスピニングロッド分解で再利用可能な状態で取り出せたのはこれだけです。このパーツすべてを使うわけではありませんが、今後これらのパーツを使ってのリビルドを予定しています。今回の動画はここまでです。それではご視聴ありがとうございました。